ただすごく不思議なもんだけど、やっぱり人間って本当にバカだ、リコーなんかならバカなんだなって思うんだけど、やっぱり人間ってバカだというふうに。この前細川の選挙のちょっと事務所行ってみたいな、カンテレの事務所行ってみたんだけど、やっぱりなんかもう原発なんてやって極悪人だみたいな言い方になっちゃう。でももう雨の中をそうなっちゃうの？なっちゃう。御用学者とかってまとめてなんかもう完璧に倫理的に殺されちゃうんだ。じゃあ先生、ピレデンの人間の話面白かったです。せめてゼロの未来をコーラゼロせめてこれ栄養があっていいじゃないですか。山本さんでもコーラ好きですよね。帝国主義を飲んでるだけ。メキシコですよね。コーラがいいと思う世代だね。好きよ、コーラが美味しかったね、昔。あれだね、ずっと飲んでたよ。あれはまだ飲みやすくていいから。やっぱり長かったですね。4万人。4万人ですか。追悼文でしょ。その新書版を読んだ。いや中田さんって人も不思議な人だよな。中田さんなんかもあったとか。吉本さんどう思ったんですか。僕が会った時中田さんはある時期まで中田さんが袋叩きにやってる時は一貫して擁護してましたけどね。袋叩きにやってる時はね、世間から。で吉本どういう人かって聞いたらば融通無碍な人です。中田さんという人は融通無碍な人。ちょっと日本のインテリアいないタイプです。一気みたいなこと言ってますよね。いやだけどレヴィス・ロールスは吉本さん全く認めてないから、だから中田さんが吉本はこういうふうに言ってるよっていうのを中田の吉本さんに聞くと全然違うんですよね。私は全然そんなこと思ってないよっていうそういう経験を何度かしたの。先生なんかも先生なんで100文字のうちでしょ。なんで中澤はまだ学生の頃、大学の頃かな、信者に来てもらって、でその頃髪の毛もボーボー、ジーパンで切ったね格好した。でそれがああいうふうにかっこよく姿を変えた。そうなんですか。それをある人曰く、そういうふうにスタイルを平気で変えられる人は信用できない。そういう人が多いよね。だから本当にかっこいいの。なんかモデルも女性もそうなんです。だからその時代知ってる人はみんなそういうよ。汚い格好してるね。今みんなかっこいいですよ。今。ある時に何かこうかっこいい子が女の子がキャーキャー。我々が編集しばらく何度もなんか講演会でしょっちゅう言ってたけど。編集会議でけんけんかぐがくで大喧嘩したのを、あいつらなんでそんな喧嘩するのっていう、そういうタイプの人。喧嘩には加わらないけどね。要するに逃げるんで、大事なポイントからも逃げちゃうという、その始まりの世代です。めちゃくちゃ頭いいですよ。まあ今までの日本の知識人とタイプが違うっていうかいないっていう、ああいうタイプはいないとは言ってますよ。よく言えば融通無碍だ。塩さんがなんか書いてたな、中田さんについて。論理的な仕事は全く僕は認めませんけど。いいやつ。すごくいい人です。いい人ですか？いい人ですか？僕にはとっていい人です。僕吉本さん会った時に中澤さんは大変いいっつってすごく思いました。それ対外的には一貫して擁護してますよね、中田さんは。そうさん。というかなんか人としていいみたいなこと言ってたんですよ。まあそう受け取り方と言い方とそのケースバイケースがあるからね。そうだ別に悪くは言わないでしょうけど。
今日はですね、ちょっとこの、いわゆる身体論が了解論と関係論の基礎になるということなんですけども、その前にちょっと羅漢のですね、この間のちょっと2月の4日でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、この間の3人での共同幻想論のあそこでちょっと僕補足的にやっとかなきゃいけないのと、それからこれ全部関係してくるんですけど、ディスクールのですね、ちょっと基本的なところだけちょっとまだ僕もはっきり分かってるわけじゃないんですが、ちょっと理解大事なところなんで。で僕は前ちょっと言われた時に「俺がそうだって言ったらそうなんだよ」って言ったでしょ。でそれがどういうことなのかっていうのが多分分かんないっていうのが、客観的にでもそうならないことがあるじゃないかっていうふうに言うと思うんですけど、もうこれがそうだって言ったらそうなんだっていう、これは主人のディスクールっていうこの図式なんですよね。でこの S1 っていうのは要するに僕が理解してるのは S1 は意味することで、それによって意味された S2 が出てくると。でこの S2 っていうのはある意味で知の世界っていうふうになります。でそれからこれが対象ですね。でそしてそれが主体がこう分裂するっていうこの関係性なんですけども、これは主人がどれが自分に従うべきだっていう何の根拠もないことを言うわけですよ。でそれとそれに従って奴隷はそこに意味されていることをキャッチして、で自分がしなければならないことを要するに実際の対象としてこう生み出していくと。でその時その主体は分裂されてるっていうですね、でこういう形になります。でこれがディスクールの基礎で、これ全部で4つあるって言うんですけども、これが組み合わせありますともう多様にいろんな組み合わせができてあれなんですが、とりあえず羅漢はちょっと4つやってるんですけど、これがですね時計回りの反対方向にしてここに S2 が来る。そうするとここに対象が来る。でそうするとバレが生み出される。これがですね大学のディスクールです。で僕は熊野義彦さんの資本論を解読を批判するでしょ。でどうしてかっていうと、すでにそこに意味されたものの世界、知の世界があるんですよ。で大学の教師っていうのもすでにそこに作り上げられた知の世界を前提にして、それが対象をどのように説明しているか、これを解くわけです。ですからもうすでに出来上がってる体系を前提にして、その体系を前提にしてそれがどのような形で対象と結びついて、ここを精密正確に正しく理解するということになるんです。それはですね、実はその知を受けたものに対して要するに主体の分裂を生み出しただけなんです。でこの分裂を生み出すってのはどういうことかっていうと、でそのような知識を得たところで、じゃあその資本主義の現実はどうなるのかと、それに対して自分はどうしていくのかと、そこに対して自分が従属したり反発したり排除されたりですね、抵抗したりとかいろんなことが起きてくる、そこのところに対しても実はそういう主体を生み出していくだけなんです、大学からはね。そうするとこれは何が根本的にダメなのかっていうと、この S1 これを何にも通ってないんですよ。でここのところは要するにブラックボックスになっちゃうところです。つまり隠れて見えなくなっちゃうんですね。ですからなぜ資本というものを解明しようとしたのか、なぜ商品というものを解明しようとしたのかという、そのマルクスが要するに根本的にやろうとした根拠は何も語らないんですよ。だから大学の知のディスクールっていうのは現実性に対して何の意味を持たない、あるいは制度の中で保障された要するに知の伝達でしかないということになります。でほとんど大学の教師の 99% これですから。
でこれに対してですね、要するにどういうことが起きてくるかということで、これがすごく大事なところになってくるんですけども、分析はですねどうなるかっていうと、この対象から主体が分裂されてると。つまり別な言い方をすると、資本主義的なあるいは産業社会的な現実の対象によってそれぞれの主体が分裂されてしまった。そうするとそれはどうしてなのか、そこに実は資本であるとかサービス制度であるとか剰余価値だとかって、そういう意味する基本の問題があるんだぞって、これをちゃんと生み出すことですね。でそうしますとですね、これはじゃあそれがどのような形で作用していくのかっていう、ここを実は通ってないんです。でこれがですね、分析者のディスクールですから、要するに分析をするものはその地位の体系がどのような形で意味化されていくかという、ここの効果であるとか、そこは実はほとんど通ってないです。徹底的に対象がその分裂された、あるいは病的に、あるいは阻害された主体をどうするかということを解明して、その根拠を明確にしていくということをやっていくわけですね。でさらにですね、この自分がもうおかしくなっちゃってる、バレされた主体、これが何か語ってる、意味するものをいろいろ語っていく。そうするとその意味するものは一体何が意味されてるんだろうっていう、これを明らかにする。でこれがですね、実はヒステリーのディスクールって言われてるんですけど、これは実は科学のディスクールです。ある意味でフロイトなんかはここを明らかにしていったわけですけども、要するに精神描写、あるいは分裂描写が何かわけのわかんないことを言ってる。でそこに何か意味されたものが出てくる。意味しようとしているものがそこにある。でそれはどんなことを意味してるんだろうって、これを解き明かされる。でそうするとそこでは実はこの対象が何であるかっていう、これは相手と問うということをしてないと、こういうことになります。それで僕どういうことかっていうとですね、大体その創造的言語っていうのはここで行き来するんです。で対象がどのような形で、阻害された状況を生み出すのかということと、それから阻害された主体は実はそれ何を意味していくの、意味することの基本になっていくのかというですね、この間で言説を作り上げていく。でこれをやると、この大学のディスクールのこの連中らは恣意的で勝手なことやってるって、こういうふうに論法になります。でこのディスクールのですね、配置のこの違い、これをちゃんと実は踏まえていかないと、要するにそのディスクールっていうのは、その語る主体がどのような自分のポジションと位置にあるかということを要するに語っていく。それをその語られたことの相対ですね。ですから理論的な体系にもなるし、感情的な文学の表現、あるいは和歌の表現とかになりますけれど、そういう形で必ず自分の位置をどっかにこう配置して、そこをこう明確にしていく。それがディスクールで、そういうことが可能になるためには実は何かというとランガージを使ってるわけです。言語を使ってるわけですね。で言語っていうのはそれを一定程度分節化しているものというふうに言えると思うんです。でこれを成り立たしめてる実はエノンセ、言評っていうのがある。
ということですね。で僕が述語性っていう言い方をした時は述語的なランガージュに基づいて述語的言説が編成されることを述語性っていう言い方をしています。ですから僕の述語性論というのはディスクール論とランガージュ論をちゃんと理論的に構築するっていうその作業ってこれ結構大変なんですけどもそういう作業になるんですね。でこの時にもうちょっと別な言い方をしますとこれはですね同時に哲学者のディスクールなんです。好意的に言えば仮説を立ててきちんとやる。もっと批判的に言えば勝手にこういうふうに決めつけるそういうことですね。でこれは実はこの要するに動きを実はこの4つの動きをですね自分なりにいろいろこう操作ゴロゴロいじくり回しながら一つの言説体系をちゃんと構築していくということになります。で大体論争が起きる時はですねどっかの自分の立場に立って相手のこれとディスクールを批判してるだけです。ですからほとんど僕から言わせるとほとんど意味がないですね。でここをですねラカンが要するに非常にこう言説的に明らかにセッティングしてそしてその科学の限界であるとか理論の意味だとか言語の意味だとかっていうのをこう明らかにしているこういうことになります。でこれを自覚してない大学のこのディスクールこれは僕はつまり自覚してないつまりこっちのこれを全部ある意味でこう否定して排除さえしてるっていうですねそのディスクールに対して直感的に学生時代から反発しながら今は理論的にも全部対応ができるというようなことをですねでこれが別なさらにもうちょっと言い方をしますとその資本が悪いなんて言ってるロジックはここにとどまってるだけです。資本のこの作用これを何にも使わないということですね。でこの配置はですねもうちょっと一般的に言うとここに実は真理があるんです。でこれはエージェントです。でそこに知が作られる。でそしてそこに対象がある。あるいはこれ三物です。つまり、どのディスクールも実は真理を誰も掴んでないっていうこういうことになります。でそれをちゃんと自覚してこの言説体系をやるということですね。で今僕例えば上田明成とそれから本居宣長との論争をやってるんですけども要するにどういうことかっていうと宣長はこれをやってるわけです。そこに現れた神の体系からですねそれがどうして現代の世の中で失われていってしまったのかとそうするとそこに元から古代の世界から、一つの神それから和歌をめぐるですねものの世界があったぞということを明らかにしている。でそうするとそれに対して宣長はじゃない上田明成はどういうことになるかというとそれは実はこの S2 を意味されたものを固定化させてそして対象を固定し主体を分裂させるんだというこういう形で明成は宣長を批判します。そして別な言い方をすると宣長が広告イデオロギーのロジックになっちゃうのはこの宣長が行った分析のディスクールを大学のディスクールのこれだって形でも権威づけちゃって宣長をただ踏襲していくって形になっていくと要するにそこは広告イデオロギーになっていくそれだけのことです。だからもうちょっと言っちゃいますと小安さんの宣長論というのはここにとどまっている全然ここつかみえてないっていうふうに僕にはなります。で偉大なる人間だからいわゆる言説を創造した人間っていうのはですね必ずここで何かをしながらこれをちゃんと踏まえていきますからちゃんとそのスタンスをちゃんとポジションを配置して考察をしなければいけないこういうことなんです。で岩間ではなく吉本さんはここをやります。
なのに吉本ルーメが言ってることはもうそこに意味されたんだって言った形で、それは例えば、技術は必然的に進化するんだって言ったら、技術は自然に進化する、原発はそこのまま4人だって、このレッスンのロジックに出して対象をそこに固定しちゃってですね、もともとなぜそういうことを言ったのかってこれを全然問わない、こういうことなんですよ。ですから吉本さんも実はここで作業をしてる。でこれをちゃんとつかまないとですね、あるいはその思想的な吉本さんのこの祭壇のですね、ここのところで吉本さんを位置づけてしまうというようなことですね。でこれ結構あちこちで起きてるんで、ちょっと大事なところなんで、この4つをちゃんと踏まえてくださいよっていう。それで違いますよ。でだから言説の配置と構造が違ってくるんですよっていうことですね。その分析者のディスクールで A でそのからこっちってその裏の S1 を見えるまだからその S2 っていうのはその時どうやってだからそれがどういう効果を及ぼしてどういうふうになっていくかということは問うてない。だから資本の分析をやっても、その資本が要するに分析をやったことがどういうことになるかということを問うてない。でところがマルクスはそうではなくてこれをやってるだろうと、革命を述べたろうってこういうふうな形でマルクスを理解しちゃう。だけど資本論の分析はここやってるだけなんですよ。 S2 のところね。そう、あるいはこっち。僕から言わせたらこれは初期マルクスでこっちは後期マルクスになりますよね。それはこっち、S の僕のとこ行ってその S1、を探ることによって S2 がいくかどうかは分かんないわけね。いやここはそう簡単につながらない。でそれが真理の本質のあり方。それは何かと問うことによってだからこれを明らかにするためにこのディスクールの場所を縁を変えていかないと方向とか出てこない。これラカン自身もセミナーによってこう言い方とか言い方変わってきちゃうんであれなんですけど、僕は僕なりにちょっとそれをちゃんと踏まえた上で仕分けはやってるっていうことですね。っていうところからですね、この了解論と関係論っていうのを見ていかないと別に、最初から僕言ってますけど、身体論を最初にやりたくないっていうのは、実はこの身体論がこの対象のをですね、そのまま要するにバレされた状態、フグとか病気とかってなりますけども、でそうするとそこで本来意味されてるのは何かっていうと、その S1 のところでこれ了解関係付けっていうのが設定されていくんですよね。でそういう議論が要するに今度は逆に症例を考察しながら、その症例の中で組み立てられてる S1 は一体何で、そこからじゃあ S2 がどういうふうに組み立ってくるのかっていうですね、でこういうところのやり取りをぐるぐる回りながらやってますから、ある意味で身体論のところは一番全部分かってからやっていかないと結構大変なことになっちゃうっていう。でここで理解しちゃったらもうアウト。でもそれが一番分かりやすいよね。そこの大学のディスクール。そうだってここすでにもう出来上がった地があるんですから、それを講釈するだけだから。それ当てはめてなるほどねって。だから僕は大学の教師の80% 以上バカだっていうのはそういうことです。つまり何もそれがどうしてその意味作用するのか取ってないんですよ。だから我々学生の頃からなんでその学問があるんですかっていうのはここを通ったんですよ。その学問はどんな意味を持ってきてどういうふうに働くんだと。だけどそれに答えられる大学の教師はもうほとんどいなかったっていうことでしょ。でそれはいまだに続いてて、それは左翼的なあるいはマルクシー的な大学教師にまでそこはつながっちゃってる。でもそれは S のっていうかそのもの対象そのものが
もうそこにあるというふうに思うからだよ、そうですだから S1 を問う必要になってそこにそうなってんだからだからもう資本主義が搾取されてる支配だってもうそうなっちゃうんですよ。それじゃあもう資本の本来の働きはつかめてない。だから僕はだから主人の面倒くさいから主人のディスクールでバカだとかこれは無能だとかってやっちゃいますけどちゃんとその根拠を踏まえてるって言ってるんで頭ごなしに感情的にやってるんじゃないんだっていうことを僕は言いたいところですけどね。でもこの人たちには分かんないですよ、言いくれてて。なぜ分かんないんですか？自分のここから出ようとしないからこの言説体系。ちょっとすごいですけど、なぜそのなぜならここにもうマルクスという権威がここにあるから、吉本という言説の権威がここにあるから、ヘーゲルという権威がここにあるから、それはもう書かれたものなんだと。でそれが示す対象だけをきちんと扱えばいいんだと、こういうふうになってる。そして対象がそのように見えるからね、えそれでそういうメールで見りゃみんなそういうふうに見えるってえ、じゃあなぜそれがその意味することをそういうふうにしたのかってことは全然通ってないんですよ。マルクスやヘーゲルとかこういうことをなぜ問題したかということの問いが全然ないということないですね。それを問題にし始めるとそれを解明するだけで一生かかっちゃうくらい大変だってことですか？いやそんなことはないことじゃないですよ。でもそれでやっぱし一番うまく説明ついちゃうと思うからだよ。いやそれはそうです。だってこれ書いてあるんだから。でもだから別な言い方するとその解釈が正しいか正しくないかみたいな判定の仕方でしかとどまらない。で自分がもし分裂されてると実感してても、でもそれは自分のちょっとおかしさのわずかな部分だよねっつってそこの分裂のところを掘り起こしていけば S1 のところまで行くはずなんだけどさ、それをしない。めんどくせえな。問題とすべきところを初めから前提にしてるみたいな感じで。それも一つの要素ですよね。ただこの羅漢の図式を入れとかないと対象ができないところがある。僕はもうこれはもう基本中の基本だということ。けどなぜその80何%もって大体の人間がそういうふうに思考するんですかねっていうのがよくそれが自分にとってウェーバー的言い方とすればそれを知らないということの方が知ってることよりも利益が自分に来るから。だからあれじゃないですか、共同幻想論で言ったら、ほとんどの人間は国家を前提に話を始めていくじゃないですか。国家があるっていうことからそこからスタートするじゃないですか。で吉本さんはそれは国家とは何かっていうのは国家以前のところからスタートしようっていうそういうあれじゃないですか。本当にあれですもんね、こう中国が悪いとかなんとかっていう方向にほとんどの知識人がみんなパーっていっちゃいますもんね、今でも。そうでもないですか？そうでもないんですか？いい、すみません。それは別なことですか？いや、そういうふうになればそうなんでしょう。国家って前提になっちゃってるね。だから、でもビットコインで国家を超えるなんかがあるなってちらっと思えるよね。知りません。そういうことは別に。コインのグローバリズムが国家を乗り越えることは大学の S で死にファン、死にフェっていうのはまあ死にファンと死に冷えっていうふうにしておいてほとんど間違いはないんですけども、ちょっとそれだけにとどまんないんですよね。これちょっとまたじゃあ S1 は一体なんで S2 はなんでかとまたこれ厄介な話になっちゃうんで。はい。一応あそこは4つ記号がありますけど、その4つの記号のいわば配置の違いをあそこは示していると考えていいですね。だからこの逆回転にして全部入れ替えて組み立てるってことも可能なんです。だけどそれはまだ僕の見てる限りでは誰もやってないですね。もう応用していいと思うんですけどね。
ラカンのセミネリのあれですよ、11とあと僕が読んだのは後期ラカンの入門をこの前読んで思い出したっていうかそれで少し参考にはなったんですけど。いや雰囲気はめちゃくちゃだよ。ただもう全然あいつはもうひどいよ。解説としてはその4つの図式をセミネル11のやつをちょっと即して紹介をしてるんで完全に忘れてたんで。いやじゃなくてアンコールむしろこっちの方が日本人のこの彼らの方がちょっと尺ですけど、この方がしっかり佐々木さんっていう人ですか？名前を言いたくない人です。買いました買ったんだけどまだ読んでない全然買ったでもこれはしっかりしてます。それセリカ書房ですよね。セリカ日本人が解説してるやつですか？尺ですけども僕はこれラカン解説では多分世界一ですよ、そのぐらいしっかりしてる。一号買ったんですけど全然読めないんです配置を変えてこう見えてくるっていうのがよくわかんないんだけど、こっちがこういやだからこの言説は何をこう意図してるのかっていうことのあれが見えてきますよ、これでやってる。ただ秋成はじゃあなぜあんなこと言ったのかっていうとこの縁をやると見えてくる。秋成がなぜこういうことをやったかということによって S2 が見えてくるということ？いやいやそうじゃなくて、なぜ宣長にその噛みついていったのかね、でその時に宣長のエッセンスをどうして逃しちゃったのかね、っていうようなことが分かってきます。で宣長っていうのはほとんどこの次元で理解されてない。逆にこれやっぱいろんなもの読むことによってこの形の中に十分こうなんかここのところだなっていうような観点って見れるわけですね。出てきますね。この中の、あるこの形この中で言えばこういう形の論理だなとか、こういうことについて中にしか言ってないなとかいうのが分かる。だから大事なことは言説っていうのはそんな単純な一枚岩じゃないっていうことですよね。僕はいろんな構造の構成があると。だけどさ、大学のディスクール S2 があって A があってね、それで要するに資本論っていうのがあって、そこに商品経済っていうのがあるでしょ。で、これを分析してんだよね。そうすると、それによって私という主体もなんか阻害されてんだよねってするというところまで、なんでこういうことを考えたんだろうというふうに考えることでね、それでマルクスはね、このあれを分析して下だったんだよねっていうぐらいまででしか言うけど、それで S1 なんか出てくるのかね。何が出てこないですよ。だから大学の教師はいくらやったって S1 を出していくためには、この分析者のディスクールを働かさない。そしたらそこに産物で S1 が出てくる。いいですかね、一つ山本さん、もう一つの概念図式の関係に関する質問です。まずその場合の概念図式の一番目何かというと、先ほど言った S1、S2、下の分類 A という4つの記号で作られたディスクールの4類型とですね、もう一つエージェント、真理、知、対象というふうな記号で作られた図式と、この2つの関係なんですけど、私の解釈はエージェント、真理、知、対象というこの図式がいわば基礎になって、その基礎の上にディスクールの4つの類型が存在していると考えてよろしいですか。ただこれもちょっと変だけどね。わかりました。まあこれはすごく僕は応用可能性がたくさんあるというふうに思いますので、基本だけしっかり見ていけば。で大体あっち行ったらこっち行ったりしますから思考をやっていくと理解できだからここをやってると大体難しいっていうふうに言われる。ここやると分かってる。こうやってると勝手なこと言ってる。中の本読まないと絶対分かんないですよ。吉本さんがよくね、なんか本に書かれた時
かえってあんまりいろんなことを考えずにね素直に読んでもらった方が逆説的に分かってもらえると、逆にいろんなことを知りすぎてるとかえってなんかそうですね。素直に私の読んでくれない人も多いっていう言い方を書いてる時心にから全然認められないです。でそれはマルクスだって認められなかったし、フロイトだって認められてなくてね。でフロイトだってラカンが来て初めて理解されたようなぐらいですからね。でそれでもそれはもうフロイトでなくなっていくし。で僕はいくら吉本さんとしてそれは吉本さんじゃないし、吉本さんから派生されて作られたものでしかないし、それはもうしょうがないですよ、ここの人たちは。いやちょっとさ、せっかくだから伺っておきたいんだけど、大学のディスクールっていうのはなんとなく理解できるわけ、その思考の展開。それがこうやって分析者のディスクールなりこうヒステリーのディスクールっていうのにこう配置換えにすると見えてくるってどういう意味ですか、配置換えっていう意味が。だから要するに今度は対象それ自体を設定して、その対象がどのような形で分裂状態を生み出しているかということを探っていけば、例えば資本がね、資本主義という対象いうんじゃなくて単純ですよ。例えばもうこれコカ・コーラだとコカ・コーラっていうものをこの対象をセッティングして、でこれが一体になんでどうなってるかっていうね、ことを解明していけば、これが意味してきた根本のところの S1 が見えてくるってことです。根本が見えてくる。それが S2 ね。いや S2 じゃない。S2 は見えない。この思考形態から。根本が見えてくるというのは S1 のこと。S1 が見えてくるという、はいはい、この意味するところは、まあそれを帝国主義と言おうが、あるいはその大企業の可能性と言おうが、それでどっちでどうでもいい。それはだから S が通ってないからそうなる。それでその時に S2 って何になるわけ？このコカ・コーラの話。だから帝国主義はいけないとか、大企業は可能性があって素晴らしいなとかっていうような話になってくるんですよ。それを前提にするような喋り方なんで。そういう形で S2 になっちゃうわけだ。だから保留されてるんです、はいはい、これでは。じゃあその S2 を探りたければ、それをこのディスクールでやってみる。そっか。そうすると、コカ・コーラというのを食って太ったみたいなのが S 分裂があって、それを通しながら S1 っていうのが帝国主義だってうろちょろ考えていくっていうことね。どうでもなりますけどね。だからどうでもなるから、要するにここからするとそんなものの定義もなければめちゃくちゃなっていう話。確かに。そうか。打ち返って考える。これはね、結構簡単じゃないのよ。相当頭の中混乱してるから。そうですね。これ中山は絶対わかんないですよ。これいや中山でもさらにわかんない。分かんないけど。今の解説の山本さんの話がどうも。いや僕はこれ頭の中ですっきりするのに大体2、3年ぐらいかかってる。2、3年かかってます。だって俺途中でわけわかんなくなってもう今自然できる。昔の山本さんおっしゃった大学生時代のね勉強って僕らポストだけど、学生高校時代に聞いてたら、その大学の教師の言ってることの背景とかね、社会的位置づけとか言って、大体そうすると社会的な階級論とかそういうところにしか行かない。止まっちゃうので、批判もね。どっかの言説で止まってるからです。でも一応そういう形で S1 を明らかにしようという意思はあったわけだ。意思はあった。だってこれが本当に見えないの。そういうことか。だってなんでそんなことやってんのっていうのが本当に見えないの。でそういうふうに前提にした瞬間、つまりS1 がなぜ生み出されてるのかって前提にした瞬間、もう大教師になってることはめちゃくちゃだってことが露呈してくるわけじゃない。
なんだか分かんないけど固執するっていうのさ、それは分かんないだからもう今教師たちはここに入ってるわけだから、子供たちを分裂するだけだよ。大変ですよ。あ、そういうふうに言うんだ。だから僕の友人のことよりは短くも新しいこと言ってるけど、教育をすることだけを考えて子供のこと何も考えてない。子供見てないんだもん。ただ自分の持ってる教科なり学校の校則規則なりをただやってるだけで、それがうまくいくうまくいかないってことをやってるだけでね、子供のこと何も考えてない。なんか大川小学校の避難させなかった時の話があって、学校の先生っていうのは自分で判断しないことによってなれるものだから、彼らにそれを求めても無理だっていう話があって、そういうことにもなる。裁判沙汰なんですよ。判断しちゃいけないから。だからもう今だから左翼も企業も役所もみんなここにどっぷり入ってってる。たださ、子供の話で言えばね、今までその学校不登校とかなんかあったでしょ。それはやっぱし心の問題だよねっていう図式の中であって、でもそれじゃあうまく解決できない。だからみんな学校にもう一度行かせようとしたんだけど行かない。だからやっぱりこれは例えば、社会的背景を考えましょうみたいな形には変わってきてるでしょ。だからうまくいかないところで変わっていくしかない。いやだからそれは内容のあれを変えただけで言説体系はここから出てないでしょ。企業でいうと創設者とその次にお雇い社長みたいな感じなんですかね。まあ現実的に作っていく時はこれ全部ぐるぐる回さないと物事作れないですからね。どっかにとどまっててもダメだし、どっか一個だけでもダメだしね。でその現場と状況の中でこのディスクの配置をやっぱりダイナミックにやっていくっていうあれです。子供の立場でものを考えてってところからもう一回言説体系を作っていったら、まず会社にもいられないし企業にもいられないし大学にもいられないしっていう。いやいても別にできますよ。だけどやっぱ子供の立場では考えてんだよ。でその時に自分の枠で見ようとはするっていうことは山本さんの言う通りだと思う。だから今そういう言い方になると今のこの了解系の形成と関係づけの形成のところで、要するにちゃんとそれはどういうふうに位置づいてやってるかという話。ただ子供の立場を考えましょうになったってこれでやってたらこれだって子供の立場を考えましょうってその S2 から失敗しない限り。大学の地の現状はなんとなくイメージすごく湧くことがありますよね。今のもうちょっといいかと思ったらかなりなんか別世界で単になんか学問の世界だけでやってるだけだから。山本さんがね大事なところはこの身体論がある前に方法論を述べてね、それでディスクルーム4類型を出して、かつもう一つエージェント心理と実体症というねディスクルーム4類型を支えている概念を出して、それを踏まえた上で身体論を読もうというそういう定義ですからね。そこはちゃんと身体論というのも吉間さんをね理解しているときにね、特にこれちょっと了解のとその関係づけっていうのは実は了解と関係づけを要するに読み解いていくってことはこの作業が全部入ってるということ、でそうでないと了解は時間化で関係は空間化でずっとおしまいになっちゃうそれが一番わかりやすい。なんで分かんなかったのか。そっちの方がわかりやすいや。関係が空間化と時間だよ。っていうことか。最も難しい難所ですからね。というよりもまだ鮮明じゃないんですよ。だけど本質は全部出されちゃう。ということでちょっと了解系の形成とそれから関係づけの形成とその次の身体という了解関係系ですね。この3つをちょっとポイントだけちょっとやります。
でまず領海系の形成ですけど、設定はその一番この最初にありますある事象を、この事象はこれこれのことである、この事象はこれこれの原因から起こったなどなどのような多様な領海の系列を作り上げて、世界の領海にまで総合できるのは何に由来するんであろうかという、ここのところですね。でつまりこれを問うた時にはこれを要するに解き明かしているまさにいろんなディスクールがあるわけで、そのディスクールとしてホエールバッハと、それからレヴィ・ベルーですね。でこの要するにさらにデカルトですけど、この3つを言説の体系としてこう挙げながらそれを読み解いていこうということになります。でここで自問してみたいのは、それは人間が意識を持つようになったからであるとか、人間が外界に身体を働かせることによって外界から身体を受け取ったものであるとかという答えを予期してではないと。それとは少し違った次元で了解するということを扱おうということですけども、そのちょうど真下にあります、要するに了解するにあたって二重性があってですね、個々の身体が了解するという意味と身体一般が了解するという意味のこの二重性があると。でこのところをちゃんと扱っていこうということなんですけども、しかしその個々の了解っていうのは非常にはっきり言って多様なわけで、そうするとそうではなく、この人間の身体一般が了解する仕方がどういう身体的な根拠を持つかって、これを考えましょうということになります。でその時に要するに身体というのはですね、その一般という形から考えると歴史的な現在性をどこにどう刻みつけているんだろうかという形で、その歴史的な規定性がそこに入ってくると。ですから国家や社会や文化の環境が歴史的などういう条件にあるのか、どういうその現存性にあるのかという、そういうことが要するに身体を見る上での基本に引っかかってくると。で、その上の段の引用のちょっと前ですけど、身体が自分の身体を了解する時の了解の仕方に歴史的現在の遺恨が現存すると、そういうふうに身体は言うはずだと。つまり自分の身体が身体を了解する時、その了解は歴史的に規定されているよと、こういうことですね。これはちょっと第一条件です。でそこでホイエルバッハは動物とそれから人間との違いの言説をそこで、取り上げてくるということです。それに対して吉本さんが言ってるのは、そのホイベルバッハは人間の身体がちょうど動物と分かれる境界域、そこを問題にしている言説だと。でその胃は自分の胃をどう了解するかを考えると、必然的に身体は自分の身体をどう了解するかを考えることになっている、そういう言説がホイエルバッハのところで、設定されてますよということですね。ですからそのホイエルバッハの方の引用の最後の方に戻ると、人間の胃に対する倫理的理性的関係は従ってこれを家畜的本質としてではなく、かえって人間的な本質として取り扱う点にのみ存在するという、分かったような分かってないような、そういう設定としてホイエルバッハは人間というのを類的に識別してますということですね。でそれに対して、今度は未開の人間ですね。未開の人間は動物ともまた現在の人間とも違った身体の了解の仕方をしているということで、そのレヴィ・ブリュールの、例を出してきて、いわゆるこの集団表彰にですね、神秘的な力を付与していると。でこれももうレヴィ・ブリュールの次元に、ちょっと脱線しますけど、歴史的了解はもうないんで、僕の友人のアルフレッド・ロペス・アウスティンがここへもう徹底的にやってですね、もう見事な解明と解読をやって、います。
僕が理解している限りは未開社会的な人類学的な研究としてはもうレヴィストロースだとかそういう連中もはるかに合わせて超えてるんですけど、メキシコ人だということで世界的にほとんど理解されてませんが、要するにこんなもんじゃないんですけども、とりあえずそれを集団表彰っていうですねは神秘的な力だっていうちょっとそういう、かなり前の前提にちょっと立ちます。でそれを吉野さんなりにそこのところ言うと、衛生という時間に滑り込んでいるために死者の身体としてしか了解されない、そういう身体の位置づけを行っていると、こういう理解の仕方になりますね。だから身体の了解の時間性はここという場所は持たないで、あの世の身体の了解に転化されている、これが未開人の特徴だ。でそうすると、それは身体を死んだりあるいは身体を食べるっていうそういうことになるんですけども、それはどうしてかというと死者の身体が自分の中に生き続けると考えられているか、あるいは死者の世界の威力を身体につけたいと願っているっていうですね、そういうことになるんだけども、身体が自分の身体をどう了解しているかという仕方はいろいろな共同の表彰の後ろに隠れされてしまっていると。だけど身体が自分の身体をどう了解するかという仕方は実際には他者の身体についての観察に負うものである限り、身体の内的な器官についての識知はこの他者の身体が死体であるほかないのだから、やはり未開人の食人族と同じようなものに過ぎないのではないかというですね、要するに身体の内的な形での器官への理解は死体を通じてしか理解はできないわけで、それは要するにホイエルバッハといえ未開社会といえですね、同じだぞと、こういうことですね。ですからいわゆる人間の脳髄と身体一般の知識を人間は人間の身体の解剖から得てきたという、そのホイエルバッハの理解で、ここに生と死との関係として身体を見るということが述べられていると。でそれに対して吉間さんは身体と関連作用との間のある混同を正そうとしていて、それが脳について思惟する脳ですね、脳について思惟する脳の位置づけによって表彰されているというふうにホイエルバッハは考えた。ちょっと一般化して言えば対象化についての対象化みたいな位置ですけども、そうするとホイエルバッハが身体の内部は死んだ身体についてだけ感覚の対象であり、生きた身体では自己感情の対象であると述べていると。要するに生きた身体では自己感情の対象でしかない、そうとしか身体は見れない。つまり身体が自分の身体を了解するという時、この了解は自己了解であって、大なり小なり主観的な時間性を意味しているということですね。ですからこれいわゆる主観的な把握として、身体が身体を了解するということがなしているだけだと。でそれが要するにその解剖学的なホイエルバッハの仕方ですけども、これは結局この時代のレベルでの身体の仕方でしかないんだと。ですから別な言い方をすると18、19世紀の有物論的な把握の歴史の中で、要するに大きな変化があったけれども、了解の系列は大きな変容を被るということがですね、時間の変節の中で起きるぞということですね。そうするとこの変容はいわば了解の時間性を測る尺度であると言えようと、こういうことになります。ですからこの了解の時間性ということは吉本さんにとっては一つはここでは歴史的な形での現存性、あるいは歴史的な規定性として、設定されるものだっていうのはまず身体の一般性としてあるということですね。でそうするとそういった時代のその規則性といいますか拘束性を
被っている最も典型的な例がデカルトの法互助説の論理で、これは動物の生気っていうですねそれが流れてるっていうロジックでもって説明される。で、ここに一つの時代の限界があるわけで、要するに心臓から血液が出てその脳に行くとかなんとかっていう、いわゆる、心臓から血がこう流れていくっていうようなことだと思いますけども、そんなことは今では幼児でも分かっていることだけども、その幼児がやらないような生気というものをこう立ててですね、そういう気が流れていくんだっていうロジックで、デカルトは語ってしまう。でそうするとデカルトが17世紀において最も優れた思想家で言説の体系としては組み立っているけれども、この知見の方向づけの語尾の刻印は明らかに歴史的な現存性に制約されていると。この了解の仕方に含まれている時間性は歴史的な時間性に制約されるものと見ることができると。ですから了解の仕方ですね。だから了解の仕方というものは歴史的な時間性に規定されてそうなってますよという、ここのところが一番大きなポイントになると。ですから身体が自分の身体を了解する時間性が、それではどのような位相でだけ今度は自分の身体を直接に了解するかを明瞭にしなければならない、こういうことになります。ですからもうちょっと一般的に言うと、この了解系の形成のところは歴史的な形で身体の一般性のところから語っているので、それに対してこの10番目の関係づけの形成は今度は自分が自分をどう理解する了解するかっていう、そこに関係づけが実はあるぞという、そういう淵ですね。で10の方にちょっと行きますと、10の方ではつまり身体を了解することは身体が自分の身体をある定まった仕方で関係づけることの始まりなんだと、こういうことです。でそうするとその関係づける身体も、それから関係づけられる身体もある絶対的な関係性の中での一層が明瞭になっていなくてはならないっていう、そういうことになってくると。じゃあその絶対的な関係性っていうのは一体どういうことなのかっていうですね、ことの解明に入っていくということで、ここでレヴィ・ビルーがその名前と関係を言ってるんですけども、その我々にちょっとブリューの段落が外れたところですが、我々にとっては人、動物、家族、都市の名は不調という全く外面的な意味しか持っていないと。でこういう言い方をしています。でここに、家族、この都市は何かを混同の心配なく区別させてくれるもの、これが名の機能だっていうことですね。で別な言い方をすると、そういった名の機能だということの言説の限界にレヴィ・ビルー自身がいるということであって、これが要するに真実であるかどうかという話ではないということですけども、いずれにしてもそこに何があるかということを吉間さんなりに理解していくと、66ページの下の段になりますが、その事象に共通の体験があるということだけではなくて、その共通の体験がいつも共同の観念をある定まったレベルで喚起させるものだと。そのために名が事象を指す記号とはならないで、名自体に共同の観念が付着してしまっていると。で言い換えると、事象は名との関係づけが一義的にはできない状態になるという、こういうことになっています。でここのところはですね、実は吉間さんとしては共同の観念があるんだぞというところで止まるんですけど、その共同の観念が働かせるように作用している、実はランガージュの作用が実はここにあるんですね。ですから
これすごく大事なところなんですけども、吉本龍明の共同幻想論や共同関連論を解明するときにはそこにちゃんとランガージ論を入れていかなきゃいけない。でそのランガージ論はじゃあ言語にとって微糖は何かでなされてるかというと実はなされてないんですよ。でそうすると言語にとって美とは何かとそれから共同の観念のこの関係をつかむためにはランガージュの理論を入れないとこの関係は実はつかめないという問題がここにあります。でそれはちょっと置いておきますけど、つまりここで吉本さんが考えられないでしかし本質的に定義しているものは共同観念と実はランガージュの関係の問題なんですけども、つまり身体がですねもうちょっとそこ別な言い方しちゃうとラカンにとって身体っていうのはランガージュですから身体は実はランガージュだってことを吉本さんはここで実は言ってるんですけども考えられてないだけなんですけどね。でそれがどういうふうになってくるかというと、だからこの「名」っていうですね事象があちら側から自分を圧倒しその名のもとに作為してくる高層化高層化性高層化合意っていうんですかねの状態に似ないことはないと言ってそこにですね未開心性の状態は身体が自分の身体をうまく関係づけられない状態に根拠を置いていて、問題なのは身体が自分の身体をうまく関係づけられない時のこのうまくの意味だと。つまりうまく関係づけられない状態は多様に考えることができるんで、このうまくいかないっていうことは一体どういうことなんだっていうことですね。でこのうまくの意味でですねでどういうことかっていうとちょっとまたずれちゃうんですけども、うまくいかないということは実はランガージュの結果そうなってるんですよでそれは後でこのクレッチメルのですね次の例ですね67ページから出てくる要するにあちこちで自分のことを話してるんじゃないかとか自分の手紙をなんだっけ強迫観念のこの傾向ですよね。自分の肺病にかかってるとか常駐がいるんじゃないかとか、それから他人が自分のことを喋ってんじゃないかとかって、まあ、そういうようなケース、これ全部ランガージュでしょ。でそういうランガージュという形で自分の身体を理解してるわけで、その吉本さんが上に67ページの上の段で言っている身体は集団に流布されている共同の理念によって切り取られる限りでの自分の身体にしかなっていないと、これが未開社会の状態になります。ですからつまりそれは別な言い方でこの共同理念というものを構成しているこの社会のランガージによって切り取られている限りでの身体がそこにあるというそれだけのことですね。ですからこのランガージュこれどういうことになるかというとメキシコでいうとですねナウア語のランガージュによって構成された身体とそれをメキシコの伝道師であるスペイン語でスペイン人が記述したランガージュの共同観念の理念とは全然違っちゃうんです。でこれをですねメキシコでは今までスペイン語の方での要するに神話の世界の叙述をしていた。でそれに対してアウスティンがナウア語の形からこの共同の理念のランガージュの世界を解き明かした。そうすると言説体系が全然違うということがそこではっきりしてくるんですね。でそうすると今度どうなっちゃうかというとメキシコの建国神話のベースになっているアステカ神話のロジックが実は国家の基軸になってるわけですけども、その国家の共同観念が違う観念だというふうになっちゃうんです。その違う観念を実際にやってたのはこれは僕の言ってるメキシコのチアパスのマルコスたちの反乱武装反乱、これがそれを体現してるんです。でそういうようなことが全部派生的に起きてくることでこれは今僕は別な言い方すると
日本書紀における共同理念の観念から構成されている日本と古事記の共同理念から構成されている日本は全然設計原理が違ってくる、こういうことになります。でそれを要するに実際に共同観念の理念って切り取られてるって一応一般論になっちゃうわけで、ね、吉本さんだと。でそうではなくてそこを前提にしてそれをちゃんと踏まえていくときにはこのランガージから成立してるんだっていうところをちゃんと踏まえていかなきゃならないっていうことになります。でデカルトは身体が動く機関として個別的であるという認識を持ってるわけですけども、身体が動くとすればなぜ何が動かすものであるかを考えなければならないんだと。で身体の解剖学的な知見では動かすものはこれこれだという意味で内臓器官を取り出すことはできない。そこで風のような動物性器という架空の想定に置いたに過ぎないと。これが要するにデカルトの了解を生み出した関係の言説あるいは関係のランガージュですよということですね。でちょっと関係のランガージュじゃないんで関係の言説なんですよね。そういう関係の言説をじゃあ成立させるランガージュは一体何かっていうところまで解き明かさないと実は解けないということなんですけども、ともかく大事なことはその身体を動く器官というレベルで捉えたのに捉えたためにですね、初めから自分の身体とか他者の身体とか身体は各々のものであるという共同の観念とか自分と他者の間の身体とかっていう問題はそのレベルでは存在していなかったと、こういうことになります。ですから未開社会の例デカルトの例の中にはこの自分の身体他者の身体共同の観念それから自分と他者との間の身体っていうそういう関係づけのロジックは設定されていなかったということになるわけですね。でその関係づけの異常という例で、そこにクレッチメルの今さっき言った共和観念のケースが出されていて、でそれを見ていくと自己関係の傾向という言葉は何でも自分に関係があるかのように引き寄せて考えてしまう傾向というその程度の意味であって自己が自己に関係づけられるという意味ではないと、ここを混同してはならないというふうに言ってます。で結局は自分が自分の身体に対してうまく関係づけられないため関係の系列が場所的にも心的な意味でもうまく形成できてないと、そういうケースになると。でこの身体的なこの人の訴えは身体が自分の身体をうまく関係づけられないところに根拠を置いていて、うまく自分に関係づけられた身体はどのような関係を持つことなんだろうかということはそこから逆に提示されてくる、こういうことになります。でそうすると私の私自身に対する関係づけの意識がですね、私と事象との間の関係づけの空間を決定するのだろうかというふうに立てて、身体は変容しないけれども身体の意識は変容するという矛盾がこれに対する最初の答えだと、こうとしか言えないということですね。でこれは別の言い方すると身体の意識というのは身体のランガージュとして語られますから、要するに実はこれランガージュを解明しなきゃいけないということになります。でいずれにしても吉本さん的には身体が自分の意識にとって疎遠になっていると、この患者の例は。そして自分の身体にも他者の身体にも属さないところで疎遠にされているという、そういう関係づけの多重性がここで、構成されているぞと、こういうことですね。でそうするとその身体のこういった関係づけの多重性を構成するということの空間性はある部分的な逆です。ある総合的な敷地を必ず背負っていると言ってマリノフスキーの例が出されてきて、ここではその腎臓というケースがあるんですけども、この腎臓が性器と直結してくるのは性器が排泄と性交渉との2つの異質な機能を果たしているからだと。そうすると腎臓が性欲と排泄という2つの連結子になってですね、さらに目と性欲もその、距離で関係づけられて、そういった関係づけの匂いもそこに関係づけられてですね、関係づけの空間は平板であるけれども総合的な敷地
としてそこで構成されている。で70ページに行きますけども、ここで異常で、この未開社会のこのマリノフスキーの挙げたケースが異常ではないというふうに感じられるのは、作為体験によって他の何かから脅迫されたり命令されたりというような妄想が含まれていないからだと。ですから未開の申請は未開ではあっても病的ではない。でただそこに作為体験が身体の場所的な近傍性としてそこにあるという、そういう未開の申請をそこで語っているに過ぎないと、こういうことになります。でここで要するに関係の図形の形成ということで、自分の身体に対する自分の身体のなんていうんですか、敷地というのか関係づけなんですけども、それは総合的な敷地というものを必ず空間的に持ち込むぞと、こういうことを言ってるわけですね。でそうするとそこで11番で、じゃあその了解と関係形をじゃあ重ね合わせるとどうなるかっていうのがそこで問題にとして組み立てられます。ですからどう了解するかということとどう関係づけるかっていうことはですね、70ページの下の段ですけども、1行目、直接な身体の内的な把握や感覚によって受容され了解されるもののほかに何か別の仕方を持っているぞと。でそれは一体何なんだっていうと、創造的な頭角とも言えるものだという言い方をしています。で解剖学的な意味では身体の内部器官は他人の身体の解剖を観察するとか、あるいは書物の説明だとか図解だとか人体モデルとか、そういう知識を総合して当てはめるしかないように見えるということと、それから感覚器官が観察させてくれる自分の身体は外観だけにとどまっていて、痛いとか重たい感じとかっていうそのものがあるけれども、内臓系の所在は非常に曖昧だと。でそうするとその自分の身体のに現れる不調だとかですね、不調感からの経験だとか学習だとかっていうことから、ある種の疾病の箇所を指摘したり検査し投薬することができることが医師が成していることであるけれども、身体が自分の身体を了解するとか自分の身体を関係づけるかというようなことは、これら個々の内観や外観や他者を動員して身体の機能を動作するということとはるかに異なっている総合的な敷地であるように見えると、こういうことです。ですから身体の機構を洞察するということだけでは済まされない、なんかそこに総合的な敷地が働いていると。であらゆる了解の系列とあらゆる関係の系列の元気あるいは座として身体が自分の身体を了解しまた関係づける仕方を見つけることができるかどうかに要するにかかっているんだということですね。でそうするとその真ん中、71ページの真ん中辺の上の方にありますけども、この個別的な身体についての自己意識がどういう背景にはめ込まれているか、したがって世界の中のどこを占めて身体の関係づけや了解の形が転化されているのかを把握することは、できなかったとそれは前の人たちですね、未開人だとかデカルトたちですから。そしてもしこの身体の背景が空虚でもなく孤立的でもないとすると、私たちは逆にこの背景をなす世界の関連を剥離してしまわなければならない。そうでなければ自分が自分の身体を了解し関係づけるという概念が成り立たないように思われる。つまりかつての哲学者あるいは未開社会というのはどこかで世界の観念を背景として持ってた。そうするとその持ってた背景を外さなきゃダメだと。そうしないと自分が自分の身体を了解関係するってことはつかめないはずだ。でそうするとそこで条件を設定すると
身体という概念を自分以外の一つの他者との相関する世界とも、共同性の中で複数の他者と相関する世界とも違ったところで位置づけることが可能であるという設定を取らなきゃダメだ。でこれ吉本的に言えば、対幻想、対関係、対幻想と共同関係、共同幻想を外せということですね。でそうすると自己の自己に対する身体の概念が先見的に個にいやおうなしに記されているという事態をつかむことができるはずだ。でそれを論理言説化してディスクル化したのがメルロポンティだということで、メルロポンティのそこの引用はもう単純ですけども、初めに未分化な共同性があって、それを基盤にして一方では自分自身の身体を客観することと、他方では他人を自分と分離するようになるという図式がそこで語られているというわけですね。ところが吉本さんから言わせると、多分そうではないということになります。でそこから吉本さんのまとめの位置づけになるんですけども、それは72ページの下の段落ですね。幼児は母親の体内から分割された時から、まず自己の身体と他者の身体との区別がつかない状態で寛解にさらされる。でこの場合の他者はまず母親の身体を意味するため、他者を自分の以外の一つの身体という意味で使えば、たとえ幼児期を出した時でも他者との出会いはまず自分以外の一つの身体であり、その関係は意識として性であらざるを得ない。この原型は母親との最初の関係であるということで、非常に精神分析的に続けています。ですから要するに性であり、それは母親であると。そこの関係づけが自分の身体と他者との自分の身体を身体として了解し関係づける基礎だということですね。そうすると幼児の子はそのまま他者の一つの身体との関係の上で初めて子であるということを逃れることができないというですね、そういう位置にまず幼児があるということですね。そうするとそこから身体との関係で初めて他者とあるいは子であるといった自覚がどこから出てくるかというと、多分アドレセンスの思春期青年期だということです。思春期ですね、青年期というか。でこの時期に身体は初めて母親に象徴されてきた一人の他者との関係の上に立った身体という域から飛び出して、自分の身体意識が自分の身体に直に関係するということをここで獲得する。で要するに家族だとかの関係だとか世界との関係とかあるわけですけど、そこから社会的な共同性と血縁外の一人の他者との性的な関係を獲得する可能性をそこで得てきてですね、でそれがいかに不安定であっても一旦獲得された自分が自分の身体と直に関係づけられ了解の形を作り上げるという契機は二度と失われることはないだろうと。それはアドレセンスの時期に元気または座として体験される空間と時間を獲得するということで、要するにここで母親と性ですね。でそこの関係が元気であると。でそれが分離されてくって自己の身体が自己の子として、了解されかつ関係づけられるのはアドレセンスの時期だと。でそのアドレセンスの時期は同時に社会的な共同性と母親ではない別な他者との性的な関係、そこの可能性の中に開かれた時だということです。でそしてその結論付けていますけれども、これはもうまさに哲学的裁断ですけど、一切と言っていますが、一切の了解の形は身体が自分の身体と関係づけられる時間性に元気を獲得し、原点を獲得し、一切の関係づけの形は身体が自分の身体をどう関係づけるかの空間性に原点を獲得すると、この一点だけだっていう、そういうことになっちゃいます。でこれがあれなんですけども、先ほどのこのまさに母親と性の賭けですけど、これを要するに精神分析というのはランガージュとして徹底的に解明していて、特にラカンはですね、ここのところを原則上明らかにしていく。それからうまくいかないっていうのはその不可能ですから、不可能であるということの
根拠をランガージの組み立ての中で探っていってでそこに無意識であるとか意味するもののその関係をですね、解明していくっていうことになります。ですから別な言い方をすると僕前からこれ言ってますけど吉本さんの心的現象論はラカンの心的理論を踏まえてですね初めて正確に正当に正確に深く理解することが可能になってきてそこに十分耐えられる言説の体系に吉本さんの場合はなってますよとこういうことです。ですから吉本さんはラカンを非常にほとんど表面的に切り捨てちゃってますけどもラカン理論と吉本理論というのは僕は全然互互をきたすというふうには言えないっていうですねむしろそこをちゃんと明確にしていくことが世界的な水準での本質理論の意味合いに作用するとそういうふうに思います。でその後フグ障害病気という身体の問題とそれの心的な世界の問題とが考察されて身体像のところへ行くとこういうことです。でこれが了解関係論の基礎づけそこに身体が設定された。だけどこの身体はともすると我々はもう実体的なですねそこにある身体をもう想定しちゃうってそれは想定できないぞということを言ってるのとそれから身体が要するに了解と関係づけという形で一切の了解と関係づけの基礎に入ってくると。でその身体はどういう身体かというと共同関連的なものに規制されているあるいは心的な形で表現される身体なんですけどもそれはもうちょっと石見さんは言ってませんけど暗黙に指摘してるのはやっぱり身体はランガージだぞということを背景では位置づけているというふうに僕はそういうふうに理解しますしそう理解しないと生産的にならないっていうことですね。それがちょっとここのところのポイントです。どうぞ質疑応答してください。今この逆に言うとこの幼児とかこのところでその関係性と了解性の形をね確立できなかった時に病が発生するんじゃないかなっていう。だからそれはそういうふうに精神分析の一部のではそういうロジックを持ってきました。やっぱりかなり重要な感じです。それと臨床心理学のところで私もすごく関心があるのは、吉本さんがこの最初にその身体論を始めたドイツの哲学者の身体論っていうのは正常な精神から見たら、この身体論でいいじゃんっていうあれでフランスの哲学者の身体論っていうのは理人症と統合失調症の人の、身体イメージはこれで言えてるじゃんってやってで吉本さんは了解と関係っていう観点から、身体論を作ると、これから私がやらなきゃいけないと思ったんだけど例えば摂食障害っていう拒食だとか過食みたいな障害はなぜ起きるかっていうと、身体に対する関係づけが障害になってるあるいは自分の体はとっても汚いとか醜いとかっていうそういう身体の位置づけっていうのは関係の病理だみたいなそこまでバサッと全部ね、入ってこれるっていうのが吉本理論でそれでここもちょっともっときちんと進めなきゃいけないんだけれども例えば摂食障害っていうのは、追い詰めると母親との関係だって言うじゃない結論から言うとねだけど今最後に書いてあったことはねそれをまるで暗示してるかのように、母親との関係の、追元層の中での身体から、子としての身体に、不安定な時期に入るときにね、母親との関係が不安定だとそこで摂食障害が起きるみたいなねここをなんかうまくこう詰めていくととっても実践的な形で生きていくかなみたいな。ランガージュの問題って当然、コロナ病っていうのはランガージュの失敗というか病気ですからそのなんかこのところに面白いところがある。だから身体一般論とその身体の個別とのですねその関係が身体全部違いますから
だけど身体としてのある種の普遍的共通的な次元もあって、そこの関係づけをケースごとでちゃんとやっていかなきゃいけないっていう、そういう難しさだと思います。この後で言うとなんていうかボケ論のところまで行っても全然おかしくないという感じまで入ってくる深さもあるし、だから今我々がホスピタリティ医療という形で設定しているのは、まさに個別の状態に多様に対応できる医療ですよね。だけど処方から解析から全部一般論なんですよ。でそうするとその一般論で対応はできないんで、それがホスピタリティ医療の最大の課題とテーマなんですけどね。これアドレッセンスっていうのはこの前にもずっと言ってるし、この後にも出てくるんですよね。まあ他の本でも言ってなんるか正規のところでも出してるし、なんかいろんな対象を変えながらいろんな変装っていうか、これうまくいけば確立されるだろう。逆にアゲットに逆に野外がもっと拡大して出てくる時もあるし、一番そこ思春期に入るところで、精神病理も一番出てくる一つのポイントとして出てくる、うまくもっと確立できる大事な時期でもあるけど、失敗すると逆にっていう時期でもあるっていう感じですよね。ですから対関係、僕はその対関係と対元素っていうのを区別するんですけども、対関係で母親との対関係からその異なる異性への対関係に切り替わる時ですよね。でその時に対元素の次元でそれが健全にいく場合と、要するに歪んでいく場合っていうのが、派生的に現れてくる。だけど対元素というものの本質はそこで移行はしてないんですよ。だけど対関係が移行するんですよ。そうすると訳してるんです。今度は僕は対元素の表彰って言い方するんですけども、対元素の表彰の形態が変わってくる。でそうするとじゃあそこはじゃあどういうふうになるのかっていう問題なんですね。でこれは健全な人間でも恋愛関係の中で必ずそれが起きてくるんで、その対元素の本質論だけで処理できない、非常に難しい問題がある。で同時にさらにここで言ってるアドレッセンスで今度は個としての身体をそこで今度はさらに抽出していきますから、でさらに世界の共同性との対応関係も出てくるわけで、そうすると今度は今言ったその対元素の複雑な重層的な世界と個への阻害と共同への阻害との関係をじゃあどうバランスを持ってやるかっていう、ここでですね、別の単純な言い方すると若者はその共同関係の取り方でほとんど失敗する。私もそうです。もうひどいもん、特に現在はもうひどい状態だけどもうちょっと具体的に言うとどういうことですか？いやだから国家の問題次元、社会の次元、それから他者との関係の次元、全然もう対応がもう取れない。だから対象化されてないですよ。だから別な言い方するとかなり追的ですよ。だから例えば典型的なのが自動車で突っ込んで人を殺しゃいいんだって、もう追関係でしょ。共同関係だったらそれ制御されるでしょ。でも追関係だから僕のこと誰も愛してくれないじゃないかっつうんで、だからこれしまいって追関係の行動を受けて、で自己関係の阻害がじゃあそこで本当に自己関係として阻害されて孤立していくかしてないんですよ、僕からすると。追元素引っ張られてる。だから人を殺しても愛の表現のひっくり返すっていうふうになってくる。でこれは若い世代は別な言い方するとね、商品社会的規定世界と国家的規制世界は対象ができてないから、認識的に。だから自己の縁の取り方ができない。で対象ができてないっていうことはどういう、だからべっちゃりくっついてるんですよ。だからそれは今的なゆえなのかい？今それは僕はだから社会が生み出した病的現象だという。だから逆にさっき古代の時はいろんなこの歴史的な要するに例えばデカルトの前だけ間違えてると、あと現代でも要するに彼みたいなあれとか、あれみたいな一種の世界図から自分で侵食されてるわけですよね。
そうですよ位置づけができてないから。その人だじゃなくてほとんどそうだと思います。そう山本さんもできてない？僕は距離を取れる。だからなぜ距離を取れるけども、それが実行できるかどうかっていうのはそれは保証できない。認識でだから認識では対象ができるけれども、それを実際に行動としてできるかっていうと、それはその人とのそのシビアな関係になった時に、それは僕でも分からない。だからそれはさ、対象化できないっていうとね、それだけだったらそういうことありそうだなとか思うんだけれど、それを今の時代はそういうことができにくいとかさ、そういう時代性を絡めて語ることできるわけ？過去から言えば言えるかもしれない。できるんだよ。できるのにしないという共同幻想なり観念が入り込んでるんだよ。だって原発なんてストップできるじゃない。現にストップしてるじゃない。なのに稼働してる。いや対象化できないという共同観念が入り込んでるってこと？いやじゃあそうじゃん。対象化しないんじゃなくて、そういうふうに進めることを良しとし善とするようなその概念が働いてるんです。だからさっきの話で言えば、追幻想として全部見ていくことを良しとする共同観念が入り込んでることによって、対象化ができにくくなってるっていうこと？いや対象化なんてできてるよ、みんな。原発が危ないなんて知ってるよ、みんな知ってるよ。だけど原発が必要だという観念に呪縛されてるんです。それを原発が危険だなんてこといくら言ったって、そんなことはみんな知ってるよ。事故が起きてみんな住めなくなってね、そんなの 100% 人間知ってます。なのに原発は必要だという観念の作用が働いてくるという。いやだからそこの話は分かる。さっき言った追幻想に引っ張られちゃってると、それでだからそのトラック乗ってどこザーって行っちゃうと、つまり追幻想としてしか見てないと、愛の裏返しになっちゃってるというふうに言った時に、そこでは対象化ということができていないでしょって言ったでしょ。そのなぜそこで対象化ができないのかという話は、そういう対象化なんかすることなくて愛の話としてやった方がいいじゃないかという共同幻想が侵食してる。分析のディスクールで言えばのこといくらでも説明できる。だけど分析のディスクールでいくら説明したって、そこの意味された質なり、このなんだっけ、こういう対象の世界は何も変わりはしない。今僕大学のディスクールで聞いてんだけどさ、だから大学のディスクールでいじくりましたっていうのも何も会議なんかできないし。いや話は単純で対象ができないっていうふうに言うのは言いやすいんだけどさ、それがなぜ今この時代はできにくいかということを知りたい。社会が浸透してるからでだから社会というものが国家や市場経済を超えて、要するに共同観念として規則性を伴って浸透しているからです。でそうすると客観的な話じゃなくて追幻想として見るという観念が浸透してるってこと？っていうふうにそこへ追い込まれている。そうどうだ、ちょっと解説してよ。解説できないんですけど、なんだろう、ただ現代社会って、よく分からんけど、ここに分断されるとか、あるいは、それ自体が共同幻想になってるじゃないですか。個として競争させたりとか、椅子取りゲームさせたりとかっていう、この原理で動かすっていうグローバル化みたいな、それが共同幻想になってて、そうすると車で使った人は、個としての、自分と、それから、親との関係とか、いろんな意味での対のね関係しかなくて、いわゆるその社会っていうとか、共同体っていうことが、イメージできてないのかなって思う。それでだから、そういう意味で対象化できなくなっちゃってるということね。つまりそういう対象化するようなものというのがないから、つまりそしたらそれ、資本主義は個人主義だよっていう話の結論につながっちゃうって話じゃん。でそれ自体が共同幻想だみたいな。だからね、要するにあなたその効果から作用から全部同時に考えちゃったんだけど、
僕はその人に何かをしようなんて前提は絶対立たないんだよ。ね、要するにそれが起こしてるその分析のディスクでそれ分かるわけですよ。ね、そしたら何をしなきゃいけないかと社会をなくして場所をきちんと作るっていうこのロジックで僕は現実行動形態を取るわけです。それは解決できるかとそんなの分かんないよ。だけどそのスタンスで自分は行動形態を取るわけであって、その人を倫理的に責めたり裁いたりとかあるいは治療したりとかってそういうようなことに僕は関わらないというスタンスに立つわけで、それはそれぞれの人が立ったとかいいんであってね、治療してる人は今度治療という形でかかればいいし、いやもう絶対に断罪するんだっていうのを断罪すればいいし、それをどれが正しいということにはならないよということは。いいけどつまり共同元素対元素に凝り固まってきちゃってるでしょって言った時に、じゃあそれをそうじゃないスタンスに変えるためには僕は言ってるように社会を場所に変えない限り絶対にそんなこと解決できない。僕のロジックから言うとね、まさにこの主人で作るとして絶対に解決できないって僕は言う。だってそれがもう根源だ。これ歴史的否定性っていうのはなんかこれ普通の進歩史観っぽくないですか？なんかその昔はなんか平坦な認識だけどそんなことはないよ。もう少し現代になると対象化できるみたいな。いや全然現代で対象化できるなんて言ってないよ。そうですか。逆に現代は現代でなんか完結的に失敗するようなおっしゃるようななんか要因があるからじゃないですか、逆に。アホな時なんかはっきりわからない。今の言説なんてもっとひどいでしょ。こんなメール送ってやってからてる専門主義者の言説なんて。位置づけが全然できて逆に難しい時代かもしれない。山本さんの言うのなんかさ対象化できるよって言ったらできるみたいな。できないよ。できないからだからできないのはなぜかって言った時に社会が構成されてるからです。だから自分で解決しようとしてるからだよ。そう自分で対象化できるかどうかっていうのを主体の S の1の発想で考えてるよね、僕は。だからそれがダメだって。そんなことはありえないことです。よろしいでしょうか。不可能なんだ。山本さんよろしいでしょうか。テキストの即する形で時間性概念の規定の問題にですね少し入りたいんですけど、まず9のところからいきたいんですが、こうですよね。まず一番最初の問いというのは9ページで60ページの上段で差し上がって2つ問いがあると。2つの問いというのはまあ一応読みますけども、途中飛ばします。ある事象を、世界の領海にまで総合できるのは何にふさわしいんだろうかという点が一つ。もう一つはこの領海の系列を作り上げていく身体的な根拠は何だろうかというふうに問うて、それに対して、まあ、一応問うている以上、回答を与えなければならないわけだけども、その時にこの問いに対してその回答を一体どこでどう与えているかということをまず考えてみる。でもちろんここには前提があって、まず吉本がこの9、10、11でこの自分自身が設定した問いに対してどう回答したかということをまず適切に読み込んで、そこでその解釈を踏まえた上で吉本の問いに対するこの回答が吉本の回答が妥当かどうかということを吟味して、で我々がどういうふうに語られるのかというところまで考えていきたい。もちろんというと高橋が怒り出すんだよなぜかというとこれやってるから S1 をやりとしてるからですね。そうでまあ一応S1 それは分かります。 S1 を過去に入れちゃうから高橋の場合はね。高橋が木端氏に怒っちゃうのはそこで私 S1 は過去入れるかってことですか。入れちゃうんです。いやちょっと話だから吉村さんを正しく理解しようっていうふうにしたときにもうそうなっちゃう。そこは私は反論しますけどね。その点は私は S1 の問題だと思ってますから。でもちょっとそこはいいでしょう。この今高橋さん以外じゃないわけだから。でそれでね、そうするとここで私下段の方で
2つ一応2つっていうか、1つそうね下段でどう言ってるかというと、条件設定やってますよね。条件設定はどういうことかというと、ちょっと読みますね。ここでは全く逆にこのように格闘した領海の系列にどんな身体的な契機を刻みつけられているかということを扱いたいと。でその上でこの身体はどうしてどっか領海の系列を格闘することになるのかというふうに一応またその問うていると。でそうするとここは問いが4つあってこれ絡んでるわけですよね。でそうするとね問題になってくるのはいくつかあるんですけど、個々の身体と身体一般と区別するというそこが一つ問題になってくるが一つです。で次にですね時間差とかに持っていきたいのでそこに行きますと61ページの上段の最初のパラグラフの一番最後にこう言ってますよね。身体は自分の身体を了解するときの了解の仕方に歴史的現在の意向が言語するはずであると言ってるわけですから、ここではその先ほど山本さんが言ったように第一条件で身体が自分の身体を了解すると言ってると。とするとここで非常に大事なのは身体が自分の身体と言ってるわけですから、いわば身体とは異なった数字に想定している心的なものっていうのはここでは考えてないわけですよね。ここでは身体が身体と関係づける、これは了解という言葉を使ってますけど、そうするとこれは身体と異なったレベルに存在している心的なものっていうのは差し当てここでは想定していない。でそのことが非常に大事だと思うんですけど、それはどこかというと62ページでこう言ってますね。一つの例ですね、事例です。62ページの上段前から2、4、6、4のところですね。ただこの場合は自分の意をどう了解するかを考えれば必然的に身体は自分の身体をどう了解するかを考えることになる。これ一つの例ですけど、意が意を了解するということ。したがってそれを拡張して身体は自分の身体が身体を了解するということで、そのレベル、いわば身体のレベルにおける了解ということを考える。でそれは誰が了解するか。誰身体が了解する。身体自体が了解ちょっと待って、誰かという前に一応吉本がこう書いてるわけだから、身体が身体、自分の身体を了解する。これは別に言い換えは意は自分の意をどう了解するかって言ってるわけですから、意が意を了解するということですよね。したがってそれを拡張して身体が身体を了解するっていう言い方をしていると。でその場合ではその場合の了解っていうのは一体どういう了解なのかっていうことで、それの回答ということを63ページで述べている。どう述べているかというと63ページの下段の一番最後のパラグラフの最初の3行、ここが回答ですね。差し出っての身体が自分の身体を了解するというとき、この了解は自己了解であり大内小内主観的な時間数を意味している。でここがいわばその了解というものを身体との関係で概念づける。身体が身体を了解する、これは自己了解で、それは時間性のある、しかも主観的な、っていうふうに言ってる時にね、もう2つも3つも4つも暗黙に立てられてるロジックがそこで働いてるんだけどもね。はい、どうぞいいですよ、どうぞ、はい、どうぞ、はい。まず身体が身体を了解するといった時の身体の最初を主語として設定してるでしょ。いいですよ、どうぞ、はい、ね、ところが日本語っていうのはそれ前から僕言ってるように主語じゃないんですよ。定題でしかないんですよ。身体という定題が身体を理解するっていうことを言ってるだけなの。これが1点なの。定題ってどういう字？提案の定義題、ね、それからもう一つは身体と身体との関係をめぐる
対象化のロジックなのか関係づけのロジックなのかっていうことの混同がもうそこに入ってる。もうね、だから認識っていうのはもう対象化するもんだっていうのが全体になっちゃってるからそうなんです。でもそれ認識じゃないんですよ。それが関係づけと了解づけなの。だからもう身体を語ろうとしてる時に暗黙に身体に対する了解づけと関係づけが取られていて、それが実は了解と関係のづけしかももう規定しちゃってるんですよ。でそうすると暗黙にもう気前氏の欄外になり言説気前じゃないよ、気前。どうして気前と気前とが一緒になっちゃったんだろうねこれ間違いも、ね、根拠あると思うけどもまあいいやね。その木前氏のそれね、その時に要するにもう暗黙に木前氏が持ってる身体の了解と関係づけはそこでも作用してるんですよ。そこも理解した上で、そこまで持ってきますから話は。そこまで持ってきます。持っていくの。はい。それはどうなるかというとね、でここで言ってることは、概念の一応ポイントは3つです。ごめんなさい。ポイントは概念はここでは3つです。ここって今言ってるのはね、身体と自己了解と主観的な時間性で、それで身体と身体との関係で身体が身体を了解するっていうのが自己了解であって、それは主観的な時間性だと一応ね言ってる。でそのことはではこの場合時間性というのをどう取らなければいけないかっていうところで、そこに対する回答はでは一体どこで言ってるかというと、その少し後で少し後で、ほんの少し触れてる。で64ページの上段ですね。上段の最初のパラグラフなんですね。最初のパラグラフですから、一応途中飛ばして命題だけ読みます。最後の3行です。了解の系列は大きな変容項目となる。この辺はいわば了解の時間性を測る尺度であると言える。というふうにここでいわば了解の時間性を測る尺度と言ってるわけですから、ここでの時間性というのは、やっぱ了解の変容、これを時間性と言ってる。ここでも暗黙に2つあるんだよね。だから物事をこう時間的にずらして了解するということと、その了解の時間性が置かれている客観的な状況のあるいは歴史的状況の変化っていうのですね。でだけど歴史的な状況の変化のこれも実はこの自己了解的なここに介入してくるものでもあるんです。そうなんですね。でそれで問題はその時間性を想定するときに、今の区別した場合、今のような区別は当然するわけだけど、した場合に起こる問題点を解くための言明としてこう出したわけですね。出したっていうのはこの部分を私は示したわけですね。それはなぜそうしたかというと、今最初一応2つの時間性を分けた。2つの時間性、まず了解の時間性といったそういった層の時間性と、了解の時間性自体が変化する、変容するというその層の時間性を分けた。でここの部分、今読んだ部分というのを、ある了解の時間性があって、それが別の了解の時間性に移行するという意味での、そういう変容の時間性だけで考えてしまうと、そういう一応に限定してしまうと、問題はその2つの了解の時間性を支えている了解の時間性の時間性というものを捉えることができない。とするとここの部分というのはいわば変容それ自体を時間性と捉えているというふうにここは読んで、その変容自身の時間性が了解の時間性っていうものに関連付けられる。したがってある時間性から別の時間性に移行するという意味でのある了解の時間性があって、ある了解の時間性がそれが歴史的に定されていて、別の了解の時間性があって、これが変容すると言った場合に一応こう考えているわけだけど、
そう考えると残る問題はこの2つの時間性、つまり了解の時間、変容しないとこの了解の時間性っていうものをその時間性を測らなきゃいけないわけですよね。したがって解決の仕方、電話かかってくるの難しいな。止めます、今の話は。そうすると難しいんですけど、解決の仕方が一つあって、変容それ自体を時間性と捉えてしまう、そういうやり方を取ると。つまり要するに吉本さんの時間性の概念って一体何なのっていうことだよね。そうそう。それで木村さんいい？ちょっと。まあいいです。まだあるんだけどまあいい。木村さんが今言ってるその着目してることは、私もこの3つ読んだ時に吉本さんの時間性って何だろうなって思ったところで、一つはもう吉本さんが時間っていう時は了解そのものの時間って言ってる時と、それでここで言ってるこの変容はいわば了解の時間性を測る尺度っていうこと、この時間性って時は歴史的制約ぐらいに、読んでしまえば流れると思ってて、その2つをここで考えてもいいのかな。それはその解釈っていうのは当然成立する解釈だが、その解釈を取るとその2つのっていうのはその変容しない変容するその時間性それ自体ね、つまりある時間性から別の時間性へ変容するわけでしょ。そのある時間性の時間性が把握できなくなってしまうね、それやってしまう。いやもうちょっとね、別の分かりやすい例を言うとね、僕は今すっごい気になってるのは、この洋服を着たことによってその了解の時間性がどう変わっちゃったかっていうのはね、ものすごく今テーマなんですよ。ね、で逆に言うと、そういう時間性を作り出した見えない操作、これはものすごいもんだというふうに思ってるわけで、それ結論的に言うと、賃労働と重化工業を中心とした経済編成をやる上で絶対に必要だったんですよ、商品経済やる上で。ね、でそうすると今度着物を着た身体の了解性って全然違ってくるんだよ。ね、でそうするとそこに要するに身体への時間の了解の変容があるんですよ。身体への時間の変容、その了解の仕方の変容が確実に、でしかもそれほとんど無意識のうちに歴史的に形成されてるの、でこれはね凄まじいものだっていう今実感なのね。だけど凄まじいものだっていう実感を持った時に、僕はすでに身体の了解の時間性なり身体への了解づけをもう相当変容させてるんですよ。わかる？そこから問題設定されてくることと、それを外して暗黙にしたまま問題設定されてくること、これまた全然違ってきちゃう。問題の核はね、自己了解イコール時間性なんだってことは、それは論としてはですね、一応前提にした上で、ですよ、問題になっているのは時間性で、時間性という概念を持ち込まないで、自己了解という概念だけで成立する議論だと私は思うんですよ、この議論の仕方を取れば。いやだから別の言い方すると、ここで言ってるね時間を今説明していただいたようにその程度なんで、だから僕身体論最初にやりたくないっていうのはそういうことなんだけど、だけど了解の時間はこの後の了解論のこのロジック全体なんですよ。ね、そうするとそこでさらに大事なのは歴史という概念自体の変容までもたらせるの。それを想定していかないと、ここだけそれを閉じてここでこういうふうに言ってるなんてことやったって意味ないでしょ。いやもちろんそうですよ。それはあくまで9と10と11に即した形で、当然時間概念はこの除説に出てるわけですから。だからね、ここで一番大事なことは、我々が物事を了解し関係づけるときに、そこに身体への了解づけと関係づけの要するに仕方が、そのもうベースとなって元気に
基本になってますよってことの指摘なんだよ。それだけで十分ですよ。いやそこはそうなんですよ。これはほとんど暗黙になってんだもん、我々にとっては。これもう一回僕読み直して一番びっくりしたのはそこで僕はそれをさらにどうしてそこにさらに気づくことができたかというと、着物着たってことによってやっとそれ気づいた。着物着てない限り分かんないそれ。したがってちょっと俺逆説に言ったからね、もう少し言うと時間性という自己了解っていうと時間性という概念を統治してるわけだけども、しかし時間性という概念を持ち込んだことの概念っていうのを積極的に評価つけて拡張したわけですね。そういう私としては解釈していきたいんです。だからその場合時間性という概念を持ち込まないで自己了解だけでいいっていうことにするとそれはダメになるわけで、なぜなら公的な了解と類的了解というの関係性を必ず設定してるからします。そうすると一応あくまでここの9、10、11の、9の段階だけども、そうすると時間性というのは一体自己了解とは異なった形でどういうその概念として構成できるのかということを定義としたわけですよ、ここではね。とするとここで考えることができるのはこれ変容という概念につまり64ページの上段の変容という概念に着目してこの変容を時間性と捉える。したがって理論的なモデル変容は時間の中なので結果的に出てくるのでしかないでしょ。そこはむしろ時間差取りたいと考えてください。というのはここは尺度でここは、だって別の言い方すれば変容っていうのは時間性と関係づける両方が構成されている。それはちょっと今10と11の後になってしまうので。だからそういうこと言うから高橋は怒り出すんですよ。僕は寛容に聞いてるけど。全然それは講師ですから特に私はなんであいつはあんなにこだわって怒るのかっていうのを僕もちょっと分かんないからさ、一生懸命理解しようとしてさ。別にちょっと個々の了解いろいろあるけど、一方で一般的な了解性について書くような入ってますよね。入ってて、今のこの歴史性の時間で当然間違いなく時間であると思うんですよね。その当然歴史的な時間のあれが了解に全然関わってるから、だからその了解ってのは当然時間性了解と時間性ってのは分けるっていうのは了解そのものを時間性と考える理由を書いてるわけですよね、これね。要するにだから歴史的な時間の中でいろんな考え方が出がる時も今と全然違うっていうのも歴史的な話から時間性という概念で了解をやるときには時間性必ず入ってくると、歴史的な時間も含めてね。私はね、今の議論であれなのは、吉本さんも、そこの問題が残るよとか、ちょうどこの今日の一番最後の3行がね、その歴史的、時間性っていうのはね、ここで身体が自分の身体を了解する時間性がどのような位相でだけ自分の身体を直接に了解するかを明瞭にしなければいけないという問題が後に残るっていうね、後に残してますよっていうことで終わってるんだよ。それから中にうまく関係づけられるっていうのをよくどういうのがうまく関係づけられるっていう例えば出してるんだけど、そこのところは確かにうまく関係づけられるっていうのは結果的にちょっと書いてある会話でうまく関係づけるっていうのは、外から、強制されてるとか強いられてるみたいな、意識が来ないときは、たとえ未開人が目を性欲だって考えて、その単純だけどもそこには外からの力で、そういうふうに考えてないっていう関係づけは、とても健康的だっていうさっきさ、山本さんが言った法理解していいよね。つまり着物をずっと着てたよね。それが明治時代になって近代化工業化していく中でおのずとズボンの方がね行動的でしょって、そういう形で組み替えられてて、今やそういうふうにしてそのが活動的だと。それはそういう形で身体とその着物の関係を納得していて、でそれがところが、山本さんが一度ちょっと着物を着てみたらね、全然違う身体感覚を持って、でそうした時にその初めてそこの、了解の変化っていうのを一つの、ものとして、
見ることができるし感じることができたと、そういうふうに理解していい、もうちょっと分かりやすく言うとね、着物を着ると横軸で帯を締めるんだよ、そうすると縦軸の線がスッと入るんだよ、ね、でこの縦軸の線をこの洋服は全然与えない、これもう実感できるわ。そう、縦軸がピシッとするとどういう感じになる？この逆縦軸がずれるとどうなるかっていうと、もう今僕分かったのは労働形態が自由になる。縦軸がずれるともうどんな労働もできる。はい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 。それを外したんだなと思った。だから産業労働のもうそのままの姿勢でこうやったりとかね、なんか異様な別な労働形態です、体の使い方です。適応性が非常に増すわけだ。これやってるとできない。効率は相当僕落ちると。農作業には？農作業はまた別なんだよ。これ農作業のっていう着物っていうのはこれはね、農作業の服はまた別なの。要するに武士のさ、こういう時ピシッとこうあれが通さなきゃダメって言うでしょ。それにはピタッとした。だからそれも今度は農民が百姓が着てる着物と武士の着る着物との違いになってる。着てみ。いや百姓の着物は別にほとんど労働着になるから、その締めをやっぱり外すんだ。ゆるゆるにしてくわけ。それからもう一つ別な言い方すると、商人は絶対帯をピシッと締めない。締めない。ふにゃーっと締める。だから別な言い方すると、ちゃんと職業上のそれで着物の着分け方をちゃんと仕分けしてるとも言えるんだよね。そこにもう今分かんないんですよ、だから。ただ経験的にこう見てるとそういうこと現象が起きてるってことで、確か剣道の人とかなんかこうであれが通ってないで僕はともかく取り戻すというのはもう武士のやり方が一番ロジックであり、一番文化的にもしっかりしてるだろうっていうのを前提にしてるけどね。間違い趣味の問題だよね。ちょっとよろしいですか。時間差の問題の方で、ちょっとやっぱ回答を与えなきゃいけないんで。今回答与えたいじゃん。いやだって時間性っていうのはそういうことだよって言うと、時間の変容っていうのは。そうだ、このテキストでね、どこで書いてあるかっていうところをまたテキストテキストを知ってるのが基本で、そこから批判をするというね。ご指摘のページで、先ほど福田さんが読んだ前の部分なので一応読んでますね。ですね、途中で上段の後ろから1、2、3、4、5、6、7行目のところですね。ちょっと途中ですけど読みます。ここにある知見の方向づけの語尾の刻印は明らかに歴史的な現存性に記載されている。この了解の仕方に含まれた時間性は歴史的な時間性に制御されたものと見ることができるとこう書いてます。したがってここは先ほどの議論からの関係から言うと、自己了解っていうのをそれに時間性という概念を接続するのはなぜかというと、少なくともここに読んだ限りにおけば、自己了解というそういった概念形と時間という概念形を結びつける、つまりなぜかというと歴史的な時間と関連づける、そういういわば概念的なですね、構成の仕方があるというのが私の解釈です。いや、了解っていうのは時間性が入ってるじゃないですか。了解の中に時間性が入ってくるんじゃなくて、了解という考え方全体の中にも歴史的時間性を入れた了解っていう考え方してるんじゃないですか。もちろんそれは間違いじゃない、その通りです。ここで書いてあるとおり、了解の仕方に含まれている時間性は歴史的な時間性に制約されたものと見なくてはできるというのがここで書いてある回答ですので、回答というのは先ほどの議論に対してね。したがって自己了解、先ほどの関係から言うと、自己了解というそういう概念と時間性概念、自己了解という概念形に時間性という概念を統治していくというそういう概念構成というのは、歴史的な時間概念を導入するため、そういういわば理論的な範囲のためだというのが私の解釈です。時間性という言葉を入れてくるときに、了解の中に入れてくるときに、そういうこれがあるからということですね。歴史的な時間というそういう概念を導入するための仕方だということですね。時間性という中にそれも入っているということですね。歴史的な時間、
したがって自己了解と歴史的な時間と関係づけるというその仕方、そういう概念的な配備が時間性という概念を導入することになると私は見ています。したがって自己了解、問題なのは自己了解の変容ということです。自己了解の変容っていうのは身体と身体の関係づけの言説の変容で、そうですね、それでも先ほどの文脈でもそうですね、ランガージュないしは言語という概念を導入することですね、ただ吉本はそこまで言ってませんでしたですね。このところの今のところなんかは、山本さんもおっしゃったとおり、要するに現在というなんか歴史的制約に挟まれて着物がなくなっちゃってるっていう問題が入ってくるから、言うなれば領海の変容というか、領海はいつも歴史的な現在に制約されるから、やっぱり誤る時もあるってわけですよね。だから今の一般論的なね身体論って、まず身体は孤立してある、身体は内臓を持ってる、ね、そして僕の身体と木端氏の身体は違う身体だけど、そこにおける内臓は全部同じ共通してるっていう、大体そういうロジックでね。これ着物を着るとね、どうなるかというとね、身体確実に場所に付置されちゃう。場所ですか。場所、もう場所に必ずもう引っ張られる。具体的にどういうこと？いや、もう歩いててもいてもその場所をすごい意識させる。それは軸によってそれまた歩いてるから。また別の話だけども、だから今の身体的な一般的な認識は身体を場所から切り離して、でこれはもう身体論一般論でも出てきてますけどね、身体と場所との関係っていうのは。だけども身体が要するにそういう了解なり関係づけの仕方をやっぱりその歴史的な規定性として確実に今あるんですよ。でこの身体はやっぱり相当浮遊してると思うよ今ね。だけど要するに着物を着て帯締めるとさ、場所に、引っかかるってどうしてるの？ここはもう手の動かし方からもう座り方から全部本当に場所意識させる。びっくりした。で自分の家が全然その着物の場所になってないってことがもう嫌ってことが分かっちゃった。時間帯の関係があるので、ちょっと理論を飛ばしてですね、今日の問題の一つの核に入りたいんですけど、70ページになっていますが、身体という了解関係権のところですけど、ここなんですが、ここ非常に大事なところなので、最初の70ページのですね、11の、5行4で、それで質問します。身体が自分の身体をどう了解するかという件も、どう関係づけるかという件も、直接な身体の内的な早が感覚によって授与され了解されるものの他に何か別の仕方を持っている。別の仕方は創造的な統括とも言うべきものであるということですが、これは明大的に表現すればこうですよね。身体と身体があって、身体と身体がいわば了解づける。もう一つは身体が身体に関係づける。こういう2つの仕方があって、この2つの仕方というのはここで感覚によって授与される仕方とは別の仕方だ。感覚という場合はいわゆる五感というふうに、知覚器官というふうに言っていいと思いますけど、知覚器官によって、授与されるとは別の仕方だといった上で、別の仕方は創造的な統括と言っていると。では創造的な統括というのをじゃあ別の言い方をしている。それは総合的な敷地と言っている。では、ちょっとそこも読みますね、一応ね。同じく下段70ページの後ろから1、2、3、4、8行目のところですね。身体が自分の身体を了解するとか、自分の身体を関係づけるということは、これは個々の内観や外観や他者を動員して身体の一行を動作するということとはるかに異なっている総合的な敷地であるように思えるということで、ここも結局もう一回明大風に言うと、身体と身体があって、身体が身体に了解づける、身体が身体に関係づける、こういう仕方があって、こういう仕方は
身体というのが五感という感覚器官を使って身体の方を動作するとは仕方が違って総合的な敷地であるとすると、先ほど読んだ部分と今読んだ部分を結びつけると、この創造的な統括というのと総合的な敷地というのはほぼ同じと考えるとですね、ここの問題非常に大きな問題なんですが、この場合の総合的な統括なるものないしは総合的な敷地なるものというのは、いわばですよ、この部分だけに限定すれば、身体が身体に了解関係づけるその仕方というのは、身体がいわばそれは表出しているないしは阻害している心的なものとしての統括であり敷地である、そういったいわばありようを身体自身が持っている。で一つ付け加えると、これがいわば心的なものの身体における心的なもの、もうちょっと言うとだから身体の了解づけと関係づけが全ての了解と関係の基礎だっていうだけなんです。全てのね、それだけで。いやそれだけっていうのをもう少し言いたいのは、ここで創造的な統括と総合的な敷地という概念を持ち込んでる。何も語ってないじゃん。だから全ての統括、全ての了解で全ての関係づけの仕方。一つね、一点だけ問題出したいっていうのは吟味しなきゃいけない。だいたい統括っていう場合は、ある種の自己意識、ある種の直轄的なもの心的なものにおける、いわばそれをその統一性を支えているものとして通常考えるが、そういうようなものとして統括使ってないということですよね。むしろ共同観念ということに近い。意識的なものじゃないですよね。対象化できるような明確に対象化できないけどでもあるんだっていう。これ用語の確認だけです。だから自己は自己がっていうふうにもう設定した時はもう分離された身体が前提になってるからね。だからもう我々の中に暗黙のやっぱり身体へのその了解づけ関係づけっていうのが全てを規制してるっていうのはね、これちょっと改めて自覚させないと。そうですね。前僕読んだ時そんな感じなかったけど、本当前言ったように着物着てるから今それすごい痛感してる。山本さんの今言ってるの、これ今言ってる頭角の本当の話みたいな感じですよね。はい、あるみたいな。ここが大事なのは、着物着たらさ、そういう個人性とかいうの消えたかい？いや消えるわけないけども自覚はさせられてる。個人性を。いやだから多分さっきのお話伺ったら、洋服っていうのはさ、資本そのものの衣装っていう着物っていう感じでそれわけで、つまりどんどん自由になっていくわけだから。いやだから資本を消す作用、洋服の身体性ってもたらしてる。すごいよこ洋服の身体性が作用を消す。れ。だからすごい乱暴な言い方するよ、この主人のディスクに基づいて。着物洋服を着たってことによって国家が安定し、市場経済が構成され、世界のね世界の資本構造からが消えて消費経済構造に完璧になってる。だからそれは自由になったからだよ、動きが。さっきのお話で言えば体の全然そうじゃない。それでいて労働はできない、資本の動きはできない、商品の生産はできない、社会の設計の運用もできない、国家の運営もできないってなってる。今、それはもう全部僕ら洋服に対する身体の関係だっていうふうになる。で洋服に変わることによってできるようになったでしょ。できるようになったってことはできない不可能性が出てきたってことだ。最初にですね、今の点で総合的な統括と総合的な知覚との、関係の方法論の問題をね、一気に確認したい。先見的な方法論、アプリ的な方法論に関するね、議論を確認したい。で、それはどういうことかというと、71ページでこう言ってる。上段の後ろから4行目から下段の5行目、これを読みます。そして少なくともある一つの条件を設定できるならば、それは可能であると思われる。この条件というのは身体という概念を
自分以外の一つの他者と相関する世界とも、共同性の中で複数の他者と相関する世界とも違ったところで意識づけることが可能であるという設定である。この設定は一見すると構想的なものであるかに見える。しかし身体の概念が先見的に個にいやおなしに帰するためにはそう想定しか浮かないと言ってるわけですから、ここの理論の組み立て方は先見的な構成、いわばアプリよりな構成ということで理論を組み立てていて、かつその場合2つの場合を除く。2つの場合というのは一つの他者と相関する世界および共同性の中で複数の他者と相関する世界というのを除外するという条件をつけて、その場合身体の概念というのは人間のいわば個という概念に帰属すると。という現在の身体の了解性に立とうということ。しかもそれが先見的なものと、先見的な構成ではあると存在していると。っていうふうに現在は言ってるだけのことでしょ。でその上でこの先見的な構成というのは創造的な統括と総合的な色地の先見的な構成として考えている。現在の現在はだよ、和了だよ解です。はい。和だからね。でそれが危うくなるのが乳幼児期とアドレスセンスみたいなこと言ってんじゃないですか。そうだねなんか僕は今回この2段階言ってるのをちょっと注目したんだけど、2段階強調してるっていうのは何回もそれ繰り返してるなと思って、最初も終わり、2段階あるっていうのはあんまり考えてなかった。私はいいです。もうちょっと飛ばしましたけど、一応ポイントはしました。確認しました。だからさ、ちょっとさ、自由になるっていうことがさ、要は分かるわけ。話の前半、洋服によって資本の動きそのものに対応したで、それがだけど、不自由になるって後半言ったでしょ。それは何を言いたかった。いやだからまずちょっと一般本質的に可能な条件が開かれた時は不可能さが同時にセッティングされるってこと。労働の効率性がセッティングされた時は労働の効率性が同時に設定されてるってことで、それがある量なり来た時に、それは必ずそれの反逆生産性がそこに必ず発生する。これはもう物理的に絶対そう。だそういうようなことの中で、要するに自由だ、解放だ、平等だって言った時に、それは自由ではない、解放ではない、平等ではないっていう現実は同時に作られていて、それが現代社会っていうのは完全にその域値を超えて、もうネガティブな方の域に入っちゃってますよってこと。それ物理学でそうだということね。物理的にそうだよ。物理学なんか知らないけど物理的に必ずそうです。それそうですよ。だって例えば分かりやすい例で言えば、喉が渇いたって水を飲んで水がガワガワ飲んでたら水はもう腹いっぱいになって苦しくなってどれがなっちゃうでしょ。それと同じことで。いやだからそれが喉の決定的な合理性っていうのは合理的になるんではないのと。合理性っていうところでの不合理性を生み出すってことです。それを言いたいわけね。そうでそれを要するにそうではないっていうロジックはここでこの人たちが勝手に作ってるロジックで。それでそこで着物になると、着物とは着物の関係の中で固定化された。だから着物によって解放なんかされないんだよ。着物解放されよって全部そんなふうに思ってないよ。だからなんで着物に、自覚されるだけだよ。僕から言ってるのは今着物によって。でそれは今言ったように市場経済から国家から世界の商品経済の在り方まで規定してるんだなってことに僕は気づいたってだけ相対化できるっていうことだね。そこは要するにブラックボックス的になってたってことに気づいた。分かった。浅田真央だってひっくり返るんだよ。本当に。次どうしますか。次どこまで勉強した。次はですからなんですか。フグのどこまで読んでおけばいいですか。1234ぐらいでいい。1234まで。思い切って後ろの心的な世界のところまでいけるかどうか。一応6までいいんじゃないですか。17まで。17項目としては。12から17。まあ中の不足もあるでしょうから、だから少しずつ行ってきますので。
12から17までね。大学の D であることを自覚したね。でもほとんど 99% そうだよ。わかりやすいよ。それならわかりやすい。あそこ大学ことね分かりやすいって言ってね、なんとなくイメージがよくひどいもんね。浮かんできたので、まあ勉強行かなかったの分かる。一応これ何かあれば出します。大丈夫です。じゃあどうも。どうもありがとうございました。それで4月はないの4月はないです。3月から。この次で終わりだ4月なんで、5月からまたやるわけね。それは一応そういう予定です。あ、一回しか食べないか。さよならになる。そうです。それで山本さん、また企画書を探してほしいんですよ。それで、同じでいいやな。と同じメンバーで。お願いします。継続って。はい。じゃあお願いします。時間設時間6時からってわけにいかない。定。いや、ちょっとそれは、絶対無理なの。そっちは、それはね、やめた方がいい。マジ。今日、それは、働いてる人がこれ。 6時それに関係も間に合わない。小島君がね、まだね、19なんです会会社勤めで5時半までやってるから。精神科で終了まで東銀座まで来てんだけど、ちょっとギリギリまでやって。今日これはね、30分ぐらいある休み取っても構わないだろうけど、時間的あ、本当。に。2日に行くでしょ。うん、私山本さん、あれ、あ、いけね。いえいえ、いいです、いいです。また、すいません。顔見た方がいい。すいません、なんかもう本当反省してんのかい？いや、もうね、最近もうダメなんですよ、健康症は。どうですかね、決定的にダメなのがあったら、そこだけちょっと手入れようと思ってるんですけど。あ、そうですか。わかりました。やっぱこれが12冊全部買ったんですけど、やっぱり初めから読み始めたんですよね。50年今、作り直してる最中ですで。また買いますけどね。やっぱあれだけ吉本さんがあれだけ喋ってるっていうのはすごいですね。そうです。大変なことです。あれだけずっと連続的にいろんなことなんか全然もう読んでないのだいぶあって、ああと思って。それもちゃんと予算かけないとできないことで、出版社はそれやってないということですね。なかなか、あれだって